夢のソフトだよね。小学生だったんですけど、これがハードロックなんだって。レジェンドなんですよ。もうね、言わなくてもわかるでしょくらいの泣かせる。お前白魔同士なのにそんな男気あるんかみたいな。さあ、それでは続いて第3位に行きましょう。この時思い出の第3位はこちらです。じゃん、ディシディアファイナルファンタジー。これはね、私本当にね、ゲームシステムが素晴らしいと思っていて、ファイナルファンタジーでアクションゲームっていうのがそもそもね、なかったものですから、よく作ったなとも思いましたし、霊式がねアクションゲームではあったんですけど、その霊式さえも私ね、ほんと最初の方でつまずいちゃって全然進められないじゃんって思って、大人になってやっとクリアしたくらいの思い出があるので、そもそものハードルがちょっと高いんじゃないかって私は思ってましたけどね、アーケードで初めて触れた時に、そのなんていうの、3対3なんですけど、どのタイプを自分が選ぶかでもマッチングする人も違うし、自分ってどれくらいの強さなんだろうっていうのが把握できるのが私の中ではもう新しかったんですよ。そっか、ファイナルファンタジーの民ってこんなにいて、こんなにいる中で私こんな弱いんかみたいなこのね、ディシディアファイナルファンタジーの何が良かったかって、私 FF ってずっと一人でやってたものなんですよ、私の中では。で、友達と一緒に喋り合うっていうよりも、お家に帰って一人でやって、一人でこうアルティマニアとか読んで楽しいってなってた存在だったのが、このディシディアをやることによって、あ、このキャラいいよねとか、チームメイトと一緒にそのキャラの魅力を喋りながら、そのキャラクターの知らなかったこととかもね、逆に教えてもらったり、そのキャラクターたちの本当は交わることのないさ、キャラっているじゃない。例えばセフィロスはセブンのキャラクターですけど、12のガンとは絶対に知り合うことができなかったはずなのに、そこの会話というか、なんかやり取りがね見られるみたいな、そういうところがね、ディシディアの魅力だなって思ってました。夢のソフトだよね。なんかしかもね、それがね、あんまりいやらしくないんだよね。なんかこう、集まったからお祭りです、はい買ってねって感じじゃなくて、ちゃんとこうシナリオとかもしっかりしてたなっていう思い出です。ちなみに NHK の総選挙では、ディシディアファイナルファンタジーは23位なんです。23位？でもナンバリングっていうナンバリングではないから検討した方ですかね。どうなんだろう。第2位、こちらじゃーん、よいしょよいしょ、えい FF2。 はい、私大人になってからやったシリーズの一つなんですけど、世代的に難しいですよ。当時のね、熱量でやるっていうのは難しかったんですけど、ただ今ね、大人になってから改めてやっても、このゲームはね面白いなと思わせられる部分がすごい多かったです。まあいわくつきタイトルってねいうのはねあるんですよ。ファイナルファンタジーの中でも戦闘システムが変わってたんですね。戦闘システムっていうよりは育成システムかながね異色で、多分ね他にないくらい難しいゲームだったんですけど、経験値だったりレベルアップっていう概念がないんです、このソフトには。攻撃を受けないと強くなれないみたいなシステムがなんかある意味新鮮すぎて、もう調べるじゃないですか。どうやったらじゃあ回避率は上がるんだとか、どうやったらこのキャラクター育てられるんだって調べるじゃないですか。そうやって調べてさらにこう深みにはまっていくみたいなのが、なんか昔の FF っぽいって思ったんですよね。もう他にはないと思います。こんなにね、なんかシステムが面白いというか、なんかこう昔ならではだなって思わせられるような戦闘システム。あとね、私この FF2 の何が良かったかって、シナリオって言っちゃうとそうなんですけど、2をねクリアした後に出てくるソウル・オブ・リバースっていう作品が、ね、あるんですけど、ソウル・オブ・リバースの主人公たちっていうのがこの2の本編で死んだ人たちなんですよ。それがね、泣かせるっていうシステムでもあったんですけど、もうただね、ただやられた人たちじゃないんです。いなくなっちゃった人たちって死後の世界に行って、その死後で何かを成し遂げるんですよね。
っていうのもねこの本編とすごいリンクしてる世界観があって、これはねちょっとねネタバレにはしたくないからやってほしいっていうところではあるんですけど、こういう古き良きソフトたちもねなんかフィーチャーされる瞬間があってほしいなって思って第2位に FF2 を選びました。好きなシーンとかあります？好きなシーン、ミーウですかね。やっぱりミーウはね白魔導士なんですけど、ちょっとこれどうしよう言うのが難しいんですけど、ミーウのなんか、一番多分代表的なシーンですよ。代表的なシーンでここは俺が何とかする、先へ行けみたいなシーンがあるんですけど、その時の男気を見せるミーウですよ。お前白魔導士なのにそんな男気あるんかみたいな、そういうところが、ソウル・オブ・リバースにつながっていくっていうところですかね。ちなみにファイナルファンタジー大投票ではファイナルファンタジー数は18位。18位、ナンバリングソフト順当に言っても15作品なのに18位。世間的なランキングとだいぶ違いますね、河野さん。そうですね、我が道を行く、思い出のっていうところなので、でも逆にじゃあこのランキングでそれそれって思う人いないかもしれないどうしよう、みんなわからないところの話してるかもしれないな。ある第1位はこちらです。じゃーん、FF10 そうだよねっていうね、今までも私ポロリポロリとね。海って何ですか？これ海ですよ。海です。これスピラカモメです。やっぱりね FF10 といえばですよ、スピラの海とカモメですよ。はい、もう FF10 はね、もう正直言えば言うほどね、なんかね私の言葉では伝えきれないんだなっていうことが分かってしまうんですよ。いやでも言うんですけど言わせていただきますけれども、 FF10 はねストーリーと音楽とキャラクターですかね。ざっくり、ほんとざっくり言うならば、これね大投票でも相当上位にあったので、なんか言えば言うほどミーハーかって思われるのも嫌なんですけど、ミーハーだったとしてもミーハーじゃなくてもみんな好きだよって思う FF10。 このね主人公のティーダ、ティーダっていう名前は太陽っていう意味もあるらしいんですけれども、ほんと太陽みたいな人なんですよ。このスピラというね死の螺旋の大陸にこう流れ着いて、ティーダが何も知らないがゆえになんでそうなの、なんでこうしてるの、そうしない方がいいじゃんっていう、知らないからこその純粋な質問をどんどんねしていくんですよ。それがねなんかいい味出してるんですよね。確かにそうなのに、なんで大人たちは当たり前のようにこの宗教を守ってるんだろうとか、なんでそういえば差別してるんだろうとか、現代でも考えさせられるような問題がねたくさんこう語られていて、そんな中でもヒロインのユーナの恋愛が、世界一ピュアなキスがあり紡がれていくわけなんですよね。でもそのキャラクターたちの魅力っていうとね外せないのがやっぱり親父のねジェクトだったりもするんですけれども、ジェクトさんっていうね親父のおかげで私はねハードロックというジャンルを知りましたよ。最後の方に流れるんですけど、ジェクトのテーマがそのねジェクトのテーマのねハードロックでね目が覚めるほどのもう小学生だったんですけど、これがハードロックなんだって思えるくらいの衝撃を受けたりとかね、なんか音楽とかもねすごいいろんなものを使っててね素敵だったなと思います。好きなシーンは？好きなシーンはもういっぱいあるんだよな。いっぱいありすぎてなんかここあげるのもなってなっちゃうんですけど、じゃあ今パッと思いついたのはアルベドホームのところでユーナがね、ヒロインが連れ去られてしまったと。だから奪還しに助けに行こうって言ってみんな駆けつけるわけなんですよ。なんでこんなことするんだよみたいな感じでティーダが言うんですね。その時にリュックがポソッと言うんですよ、その作品の根幹をその瞬間の知らなかったの俺だけかってティーダがもう名言なんですけど言うんです。その時のなんか主人公が知らなかったことは、つまり私たちもそのユーザーも知らなかったことなので、初めて知った衝撃と、なんでこんなに長いスパン教えてくれなかったんだっていうティーダのなんかこう切なさ
仲間なのになんで打ち明けてくれなかったんだっていう怒りじゃないのよ。もう多分ね、切なさなのよ。なんかそういう部分がもう心の叫びがね、もうなんか自分の中でもねこう共感しちゃってね、いやーいいシーンだな、何度聞いても何度見てもあのシーンは泣けるなと思っております。 FF10 はもうね正直あれなんですよ、レジェンドなんですよ。もうね言わなくてもわかるでしょくらいの殿堂入り作品なので、もうこれ切り離してもいいくらいですね。ここだけ逆に FF10 ない縛りのランキング作った方が面白いかもくらいの、個人的にははい、というわけでやってまいりました。だいぶねなんかダークホースみたいな作品ばっかり集まっちゃった気もしますけれども、ぜひね皆さんの中の FF シリーズ作品のランキングとかもコメント欄で教えてほしいなと思います。FF 大投票もねあったと思うんですけど、あの投票がさみんなの中でももう全部しっくりくるってわけじゃないと思うんです。納得はすると思うけどね、もうこれがこの順位に来るのは納得だっていうのを私は思いましたし、ただ自分の中ではこうなんだっていうのは絶対あっていいと思うんですよ。なのでぜひ皆さんのランキングとかも教えてほしいなって思うのでコメントに書いてください。よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録お願いします。